お名前を教えてください。はい、大木秀俊と申します。ご年齢は？30歳です。お住まいは？埼玉県です。埼玉県、はい、30歳なのにトヨタセルシオ初代が2台並んでますけれども、これ大木さんの愛車ですよね。はい、2台。はい、ナンバーも同じにしておりますので。そうですね、一体どういう流れでセルシオ2台持つということになるでしょうか？免許を取る前からですね、グレーの方は手元にあるんですけど。免許取る前から？はい。どういうことですか？私の住んでる、地元に、はい、クラシックカーの博物館があります。そちらの方で、とある日にやってきたんですね、この車がね。はい、いただいたという車でもありますけど、いただいたプラス、これはご縁なので、このままの姿でできれば私が持っていたい、ということでですね、使命感に駆られて、こっちの車を、免許を持ってないのに、所有してしまったというところですね。そうでございます。でこっちはパールの方は、つい最近ですね、セルシオを長くお乗りになっている方から、遠方の方だったので、不思議なもので回り回ってですね、いろんなところをたどって私を訪ねてきていただき、いろいろ面談をさせていただき、30歳の大木さんが、元オーナーさんの面談をしたわけですね。面談に成功しましてですね、やっとガレージに並ぶことができた。なるほど。欲しかったというのはもちろんなんですが、これはもう私が乗るしかないと思ったわけです。もう車の方からそういうふうにメッセージがあった感じがしましたね。乗ってくださいみたいな。聞いてる私は、今全く理解ができてない状況ですけれども、このミステリアスな大木さんとこの2台のセルシオについて深くお話を伺ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。その中学生の頃から通ってらしたミュージアムってどういうところなんですか？涌井ミュージアムというところです。涌井ミュージアムですね。知る人ぞ知るというか、世界的にも有名ですよね。そうですね。埼玉県にある、クラシックロールスロイスとベントレーを、集めている、販売、修理、展示ですね、3つ行っている場所でもある。そこに中学生の時に出会うっていうのはどういう背景があったんですか？中学3年生の12月頃ですね、イベントで、知り合ったことをきっかけに初めて訪れた日でもあるんですけど、その時から、地元にあることを私知らなかったんですね。こんな素晴らしい場所が地元にあると、しかも全部動く状態で、道も走れると、買うことなんていうのは夢の夢ですから、なんか携わっていたいなということで、免許ももちろん当時はないですので、乗せていただく、触るで掃除をしたりですね、車と触れさせていただきました。気がつけば私も毎週日曜日になりますと、もうどんな予定が入っていても、必ず自転車で向かってまして、風の日も雨の日ももう天候は関係なく、通っていた私がおりました。涌井ミュージアムにとって中学生のお客さんなんて大木さん以外いないですよね。そうですね。若い人が出入りするような場所では全くないんですけど、そこに私がぽつりとおりました。中学3年生の大木さんにとって、その英国車のいわば聖地ですよね。何が刺さったんでしょうか？いいものを長持ちさせる文化ですかね。一点一点の部品を取ってでもとても丁寧に作られてますし、車を見ていけばいくほど、そういうものに惹かれていくわけですね。外から見てたらわからないことが、ミュージアム
また車を触ってる時は触れることができます。でまたは家に帰ってきてもその文献とか、書物で今度細かいことを知ることができると。復習予習をしながら毎週日曜日通っておりましたミュージアムがとても懐かしいですね。涌井ミュージアムといえばやっぱり館長の涌井さんですよね。はい、そうですね。涌井さんとの出会いは本当にもうとあるイベントでの一コマから始まるんですが、その当時、数台車を展示してあった、その会場で、その1枚の、当時ガイドブックという小さなパンフレットを販売しておられまして、でこれを買ったら載せていただけるんですかって聞いてた私がおりまして、中学生ならではの、で好きなのを選んで載せてあげるよと、その一言載れるというその一言で私はもう早速購入をしましてパンフレットを、でそのパンフレットを握りしめながら、ミュージアムといっても私の中ではイメージが湧かなかったので、車が置いてある場所だと思ったんですけど、そこはただ置いてあるだけではなく、ナンバーがついて乗れる状態にあると。で誰が来ても車たちをお見せしてるその体制、しかも無料で、こんなのないと、これは行くしかないと、通おうと、その見た瞬間、そのミュージアムを初めて見た瞬間に決めましたね。なるほどね。中学生の大木さんから見るもういわばレジェンドの涌井さんですよね。最初の思い出とかって残ってますか？当時寒かったので、車も乗せていただく車がオープンカーでしたので、ジャンバーを持ち合わせておりませんでしたので、これを着るかという、その優しい一言ですね。かっこいいですね。そういう一言一言、それ以外の会話もたくさんございますが、そういうところからでしょうね。そうやって大木さんはもう趣味の自動車の世界にどっぷり入っていったわけですね。そうですね。もう全身肩まで埋まっておりますのでここまでじゃないとこうはなりませんからね。今伺った中だともうベントレー、そしてロールスロイス、どっぷりの世界じゃないですか。でも乗る車はセルシオなんですね。その理由としては、たくさんあるんですが、一つに、自分にいきなりセルシオが似合うとは思わなかったですが、ミュージアムを通じて、セルシオにたどり着いたわけではなく、車の名前も知らない幼少期ですね、親戚のおじさんのガレージに入ってた、またここにはこの2台とは別の、初代セルシオがありまして、でその車を乗ってみたいっていう、そんな車の名前も知らない私が当時思ったんでしょうね。小さい頃はいろんな車に乗せてもらったりしたので、車の違いぐらいは分かるようになったんですが、セルシオだけは別格だったわけですね、何かが。で私の中でずっと残っていったわけですよ。あの車はすごいなと。でそのうち名前も知るようになりまして、文献あさっていろいろ調べて、どういう車なのかと、もう調べたらもう大正解でして、そんな素晴らしい車が手元にあるなら乗ってみたい、そんな夢を抱いて、もう何年でしょうか、もう20年ぐらい経つんじゃないですかね、もっとですかね。気がつけば動くセルシオに出会いまして、それは涌井ミュージアムのおかげなんですが、そこでセルシオと大木さんと、そして涌井ミュージアムの3つがリンクしてくるわけですね。そこでやっと出てきます。歴史は非常に長いものでして、昨日今日で見つけてきた車ではないということですね。なるほどね。大木さん、子供の頃ってどんな感じでした？おとなしいごく普通な少年だったと思いますけど、家に
帰って車の勉強をしてたことが多いんじゃないですかね。はい、学校が終わりましたらもう速攻帰って自習時間ですね。早く帰って車の勉強をして学校の勉強はあんまりしてこなかったんで、はい、友達いました？まあご想像にお任せしますけどねそんな大するあれじゃないですけど。車と出会ったきっかけっていうのは？そうですね、まあ随分小さいものですけど、まあミニカーですね。まあこれは当時、まあ、風邪をよくひいてたもんで、はい、風邪とか病気になるとそのミニカーがどんどん増えていくという。病気になるとお父さんやお母さんがミニカーを買ってくれた。病気になると買ってくれるものだったんですね。買ってくれたものだった。だいぶ集まりましたけどね。お仕事っていうのもいろんなことを経験されてますか？そうですね、最初涌井ミュージアムに勤めさせていただきまして、そのままもう涌井ミュージアムに就職したんですね。はい、そのままでした。はい、じゃ面接もちろん履歴書も出しました。はいはい、その後もいろいろ車屋さん、まあ、車関係の仕事を転々としまして。はい、やっぱりずっと車なんですね。ずっと車ですね。そして今は？今も車屋さんで、まあ、営業をやっておりますが、変わった、気象車、あとまあ名車、はい、表にあまり売りに出てこないような変わった名車を扱っております。車が好きな人が車を売ってるっていいですよね。そうですね、お話ししてても車好きな方はすぐ分かりますし、もう無言の会話ももちろんありますしまあもう口数ではないと、車が物語ってるわけですので、はい、僕も大木さんから接客受けるとなんか思わず買っちゃいそうな雰囲気ありますけれども、大木さんってどんな売り方するんですか？そうですね、まあ、車は必需品でもあり時には必需品じゃない車もあると思うんですが、はい、お客様にどういう車をご提案したらいいのかなと。はい、もしかしたら車をいらない方なのかもしれないなというところまで踏まえ幅を広くですね構えながら、まあ、ご提案させていただいておりますね。大木さんという人をまずは見てくださいって感じなんですかね。そうですね、まあ、車のお話になるのは後々のお話でして、はい、最初は私という人間がどういうものなのかと、まあ、そこの、まあ、お話をさせていただいておりますね、恐縮ながら。はい、それってやっぱりその涌井さんと出会った影響とかもあったりするんですか？はい、涌井さんが、まあ、よく車を販売されているシーンに私が同席しておりまして、そこで学んだもの、涌井スタイル、まあ、私の中でもそれがちゃんと残っておりまして、私は涌井さんではないですが、涌井さんのように車を売るのって素敵だなっていう、そういう一つの気持ちからですかね。影響を受けてるんですね。大木さん、最初に買ったセルシオがこっちのグレーのセルシオで、一番最近買ったセルシオが、というか最近買った車がこの白いセルシオになるわけですよね。その間にもいろんな車を乗ってこられたわけですか？はい、そうですね。まあ国籍問わずいろいろなボディタイプの車を乗ってきてます。乗ってきてると。1台目がこれ、1台目セルシオ。そして2台目は2台目は、ローバーミニで、インジェクションの、まあ、オートマの最終型なんですが、まあ、私が初めて買ったイギリス車でもありますし、でミニの中でですね、まあ、そういうちょっと待ってください、数が多すぎます。はい、やっと
記憶が蘇ってくるのが時間かかるんですが、はい、18歳に免許取ってまだ12年間なのに、はい、車だけで27台ですよ、はい、だいぶおかしいですね。そうですね、合わないですねどういう時に車買うんですか？車買う時というのは、欲しいから買うことが大半なんですが、買う予定がない時に突然やってくることもあるわけです、それは車を持ってますと、同じ車を持った方々の、はい、からお話をいただきまして、はい、ぜひ乗ってもらいたいということが結構ありましたね。あとは一目惚れ、何かのきっかけでその車と出会って、でいつか乗ってみたいんですねっていう、そういう一言から私の手元に来ることも結構ありましたね。秋っぽいっていうわけではなくて、多分好奇心の方がどんどん勝っちゃうパターンですね。そうですね、秋っぽいと言われたこともありますけど、その瞬間私が好きだったもの、欲しかったものなんで、そういう答えなのかなという感じですね。新しい車を乗ってるのとは違うので、いつでもどこでも売れるっていう車ではないですが、自然とそういうものも引き寄せてますし、そうですね、予定外のことが最近は、昔に比べると少なくなりましたが、セルシオで今落ち着いてるような感じですね、はい、傾向として一回買ったものをまた買い直すっていうことがもう何度あったかって感じですけど、はい、そうですね、気が済まない車はもう一回乗ってみたい、もう一回違うコンディションの車に乗ってみたいっていう、そういう探求心もありますし、その答えが持ち合わせてるそのもの、それは過去の経歴だったり、その前のオーナーさんの愛だったりするんでしょうけど、形は同じですけど車って全部違いますし、この2台も全然違いますし、そういうことですかね。行き着く先というか、戻ってくる場所っていうところが初代セルシオっていうのもすごく興味深いですね。そうですね、結局歴代セルシオを乗り継ぎ、レクサスまで、現行までは乗れないですが、一応ある程度は乗ってきたつもりではおります、その中で、結局私の一つの答えが、出たというならば、セルシオにたどり着くんだろうとね、そのストーリーを聞くとより一層なんで初代セルシオかっていうのが僕はとっても興味深くなってきました、そして初代セルシオってレクサス創業にあたるいわばゼロ号機ですよね、そうですね。世界一静かな車を作りなさいと、6000点以上のパーツがオリジナルで作られたっていうふうに聞いています、ぜひちょっとそんな努力の、そして歴史の結晶のようなセルシオを見せていただけますでしょうか。ぜひどうぞお願いします。お願いします。ということで2台のセルシオの前にやってきました、やっぱ2台並ぶとかなり壮観ですね。そうですね、贅沢な楽しみ方だなと我々ながら思っておりますが、そうですよね、1台探すのでも大変な車ですので、何かこの白いセルシオとグレーのセルシオ、二面性みたいなものはあるんですか？そうですね、まずグレーの方のセルシオは、免許を取る前から、所有している車で、所有することになったのは、涌井ミュージアムの、元館長であります、涌井様から、いただきまして、当時大学に入る時期でしたので、毎週日曜日、手伝いに行っていたという、そういう中で、いつもありがとうではないですが、普段の、気持ち、涌井さんの気持ちとして、セルシオが代わりにやってきたということでもあるんですが、その気持ちを今でも
大切にしてますし、だからこそ私のカイライフにとってなくすことはできない車でもありますし、まあこれからもずっといますからね。その思いをもうここに込めてるっていうことですね。はい、そうですね。一方のこっちは白い方は、まあ最近来た車ですけど、はい、まあ、前オーナーさんの意思を引き継いでお預かりしているという気持ちでまあ所有しておりますが、これ動かさないと悪くなるんで、なるべくなら乗ってあげたいですし、まあ、乗る方の初代セルシオとして、まあ、こっちは位置づけされてますね。両方とも初代セルシオであり、前期や後期って分かれると思うんですけれども、はい、詳しくは？はい、同じく前期型でグレードも同じです。はい、やっぱ前期っていうこだわりもあるんですか？そうですね、まあ、初めてその初代セルシオに出会ったのがもちろん前期型で、はい、まあ、そこから来てはいるんですけど、まあ、後期型に出会うチャンスがあんまなかったので、はい、まあ、気がつけば前期しかないんですけど、できれば後期も欲しいんです。後期も欲しい。もちろん後期も欲しいですし、さらにセルシオが増えていくと。前期と後期は別物の車ですし、全く違うんですか？はい。で、まあ、実物を手元にしてそれを確認したいなというところですね。やっぱり自分の手元で自分で確認したいっていう欲があるわけですね。書類書物とかではわからないことを自分で確かめたいっていうそういう気持ちですね。はい、前期のこのご所有されているセルシオで好きな部分とかはあるんですか？好きなところ、まあ、セルシオはどこのカットを取っても絵になりますし、そうですよね、どこも好きなんですけど、はい、まあ、全体見渡して横から見たりとか、まあ、斜め前から見たりとかですね、後ろから見るのもよし、何かこう際立ったディテールとかエッジが立ってるわけじゃないのに、はい、なんかこの全体のまとまりとか、はい、つるんとして有機的でも印象に残らないデザインとかっていうと全然そんなことないじゃないですか。そうですね、いろいろメーカーでセダンの車は準備してあると思いますが、はい、まあ、その中でも、まあ、標準的なセダンスタイルなのかなと思いますが、まあ、その中でもこの初代に関して、はい、デザイン面からしますとこの非常に丸みを帯びていると。あとはテールレンズですね。この横長の1本のテールレンズ、これは当時の車種でもなかった。そうですね、このテールのために車を買う方がたくさんいらっしゃったと話では聞いておりますが、ゴージャスな印象もありますよね。そうですね。そして間近で見て気づくのは、はい、ここに1本ラインがスーッと入っていくんですね。はい、入っておりますね。これがまた一つ光の当たり方によって、はい、ここから上と下でちょっとまた違った印象を与える一円になっているような感じもしますね。そうですね。そしてやっぱこのホイール、はい、控えめなんですけどやっぱりゴージャスにも見えて。そうですね、初代に関し前期型に関しては、15インチの標準装備、15だもんな、この時は左右、はい、回転方向があるホイールを使ってます。そうですよね、これね非対称で、左右とあるということですね。そしてちゃんとブリヂストンのレグノを合わせていると、はいはい、私の大好きなレグノです。はい、このセルシオに乗るのであれば、はい、マストアイテムと言ってもいいぐらいかもしれませんね。そうですね、まあ、レグノシリーズたくさんグレードがタイヤにもございますが、はい、一番新しいレグノにはこのサイズがもうないので、もうタイヤもタイヤがないと乗れないので、はい、できればタイヤももっといっぱい選べる車として乗っていきたいですよね。そうですね、はい、ちょっとじゃあこの後は室内の方を拝見したいと思います、はい、お願いします。はい、私は今セルシオの後部座席の住人となっております。何よりこの背中の張り出し、これがめちゃくちゃ柔らかくて気持ちいい。
そうですね。歴代のセルシオの中でも、この初代のリアシートというのは、張り出しの強いですね、デザインになっております。お尻もふかふかで、はい、なんかこう体にぴったりくっつく感じ。そうですね。革の、質感も国産車としては、厚い革を使ってですね、初代らしい感じですね。ですよね。めちゃくちゃ気持ちいい。そしてこのドアパネルの革も、はい、少しこうシワが入っているデザイン、はい、シボというか、はい、これがまたゴージャスの象徴ですよね。そうですね。高級車らしい見かけになってます。ですよね。はい、これはフロントから操作できるんですか？はい、そうですね。この車はF パッケージといって、はい、後席の重視をメインとしたグレードなので、なるほど。助手席には人は乗らない前提で車は考えておりますね。じゃあフロントシートを倒してくれるかね。はい、ボタンで今からやりますのでお待ちください。はい。お、すごい。ヘッドレストから動きました。倒れる。へえ。あ、すごっ。あ、さらに前に行くんですね。あ、すごい。だから当然足元はめちゃくちゃ広くなりますね。はい、そしてここから見るとですよ、シートのショルダーの部分がフロントのダッシュボードよりも下に見えるんですよ。つまり視界がバーッと広がるから、なんか開放感一気に高まりますね。そうですね。これはもう超ハードリブンにふさわしい車ですね。これが贅沢ってことなのか。で、ここ開くんですよね。開けます。どうぞ。開けると、あ、すごい。まずはシートのボタンですね。はい、これを押すと元に戻ったり、はい、前に出たりしていくんですね。はい、ヘッドレストももちろん調整できると。はい、できます。このなんか波形が書かれてある、これは何ですか？バイブレーションですね。マッサージではなくバイブレーション。マッサージということでいいんでしょうか。はい、ちょっと押してみていいですか？はい、どんな感じなんだろう。ちょっとなんかドキドキするな。お、すごい。え、普通のシートのマッサージってこう、うにょうにょうにょって感じですけど、今これ私の声の震えも伝わってますかね。ずっとブル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 って。はい。これはこれでいいですね。なんか。そうですね。ちょっとワクワクしてきますね。何が起きるんでしょうか。ねえ、これね。で、オフにします。開くんですね。開きます。ボタンめっちゃたくさんありますね。はい。一番上がオーディオの操作パネルですね。なるほど。ここで FM、AM、CD、あとテープも切り替えができるんですね。はい、ここにエアコンのボタンがありますね。はい。リアのエアコンです。あ、後部座席はもうここでやるんですね。はい、専用のエアコンが後ろに別についてます。これ？これはフロントからなので、なるほど。後ろのトランクの中に独立してるんですね。独立してます。あ、専用エアコンってそういうことなんですね。ルーフの左右からも出てきますし、ここと、ここも。ここは空気清浄機なので、こっちは空気清浄機。あまり動いてない。そしてシートヒーターのスイッチが左右独立であって、この四角いのはカセットです。カセットを入れて、ここにカセットテープを直接入れられるんですね。はい、入れてウォークマンをつないで聞くんですね。これ？それなんですね。ちょっとイヤホンジャックが見えてますが、ちょっともう限界ですって出てきましたけど、はい、ここに挿してイヤホンで聞くと。はい。なるほど。待って待って、これセルシオって書いてるんですけど、純正品ですか？そうですね。当時の純正品ですね。開けたことのない純正。危ないね。今僕も危うく本気心投げそうになっちゃいますけども、これはもうタイムカプセルとしてキープしていると。かつここマニュアルも入ってますね、日本語で。はい。こういう一個一個のアイテムたまらないんですよね。そうですね。まあ前のオーナーさんが引き継いだものですので、大切に保管されてたんですね。一つ一つが大事なものなんですね。ねえ。あ、そしてもう一つ細かいことに気づきました。このイヤホンを動かないようにバンドでこう止められるようになってる。バンドが伸びてしまうので、この車はバンドにつけてません。ね、これもうこのままじゃないとビヨヨンってゴムだからね、なっちゃうからね。また僕は危うく今かかってしまうと思います。いろいろ気をつけなきゃいけない。どうぞ。どうぞ。そしてこの木がまた綺麗ですね。
ウッド調ではなく本物のウッドですね。本物の木を使ってるんですね。一点物なので全部から違いますし、はい、すっごいなんかもうここですごく満ち足りてて、はい、そしてこの午後の綺麗な光、はい、思わずなんかこう目を閉じてしまいそうな気持ちになってますがそうですね、走らせた感じがどうなのか、はいはい、ちょっと私知ってみたいので、はい、ドライブ行ってみましょう。はい、よろしくお願いいたします。さあ乗せていただいております。まだエンジンかけてません。なんか信じられないぐらい静かですよね。声が反響している。ただむやみやたらに声が響き渡ってるわけじゃなくって、話した瞬間にスッと吸い込まれますね。これちょっと異様な感じしますね。浸っちゃいますね。どうぞ。エンジンかけてみます。超静かですね。エンジンかける前と変わらないって言っても大げさじゃないぐらい静かです。はい、あとなんか声が普通に話してるだけで本当にだいぶ響いちゃうんで、はい、これぐらいの声でもちょうどいいぐらいですね。内緒話がちょうどいいぐらいの。そうですね。はい、こんな感じなんだ。2026年の今、はいはい、こんなに感動してるじゃないですか、はい、我々。この車が出た当時ってまあ驚きだったでしょうね。そうですね、何度もエンジンをかけてしまったりとかねえ、かかってないと思っちゃいますよね、これ。なんてこった。すごいな。じゃあちょっと出発しましょう。お願いいたします。ということでドライブに入れてパーキングを解除、はい、ちょっとリアがぐんと沈む感じがこの時のトヨタですよね。はい、じゃあ発進させていただきます。なるほど。アクセル踏んでません。本当に静かに滑るような感覚ですね。そうですね。ちょっとアクセル踏んでみます。うわ踏んだ直後に動力が伝わるんじゃなくって、はい、何でしょう。一拍置いてスッとつながっていく感じですね。もうたかだか速度今これ10キロにも満たないですけどもうこれだけで僕今鳥肌立ってます。はい、よくわかります。これはさっき後部座席に乗せていただいた時の感動もそうですけれど、運転手の方もものすごい気持ちいい乗り物に乗ってるという感覚に浸れますよね。そうですね、運転が上手くなったというそんな感じも覚える車ですね。電気自動車っていらないかもしれませんね。そうですね、電気自動車に匹敵するようなここまで静かで異常なのかもしれないです。滑らかで、乗り味もいかがですか？ふわふわです。これ本当に段差ありますかって感じですよね。そうですね。で、じわーっと凹凸が伝わってくるんですけれども、その後、シートが伝わってきたものをさらに丸くしてくれてるんで、これが何年の車でしたっけ？1991年。91年ですから、もう30年以上前なのに、なんてこったですね、これ。走行距離と年式を考えても嘘のような
嘘みたいですよね。てか嘘ですねこれ。さあ大通りに出てまいりました。はい、このままアメリカ行けちゃいます？行きます？行きましょうかって思えるぐらいですよね。なんかね、エンジンの存在感確かにあるんですけど、はい、すっごい遠い。ボンネットの中っていう感じではないですね。はい、2、3台先のトラックの前ぐらいにエンジンある感覚ですね。そうですね。うわ不思議。しかも今僕アクセルペダル、はい、5ミリぐらいですよ踏んでるの。なんとまあすごい車だ。初代セルシオとはどういう車なのかと。もうほんとたったこれね、数十メートル走っただけで、はい、感動ですねこれ、はい、ありがとうございます。日本人じゃないですか、はい、我々。これが世界に向けて当時からこんな車作ってたってほんと誇らしい。そうですね。染み渡るね。ゆっくり走るのもよし、高速道路もよし、そうですね。もう一般道走ってる部分には、飛ばすという必要性感じませんね。そうですね。なんなら少しちょっと気持ちも大きくなって、はい、私周りの車が後ろ少し遅く走っていても合わせてくれてるんじゃないかっていうぐらいちょっと慢心しちゃう気持ちもあるぐらいですね。そうですね。周りの車を自然と巻き込んでなんかゆったり走ってるから、ゆったり走ってますね。はい、これは何台も買っちゃいますね。はい、おかわりおかわりでおかわりしちゃいますね。だから多分これに乗っていて他の出会いがね、はい、あったと、セルシオに乗っていて他の出会いが大きさあった、はい、そっちに行ったとしても、はい、もう一回買ってみたいな、あの味わいもう一回自分のものにしたいなっていう気持ちがすっごいわかります、はい、だからあなた何台も買ってるんでしょうね、セルシオを。いろいろと世代によって乗り味も違いますので、おかわりした理由が分かりました、はい、僕すっごいいいですね。今日は高速道路には乗りませんが、はい、高速道路どんな感じなんですか？高速道路でもですね、飛ばす気にならないっていう車ですね。ゆるりと行こうでないかと。はい、不思議な気持ちにさせてくれる。なんだこれ、苦しゅうないですね。はい、そうですね。そして今交差点に差し掛かってハンドルを切る。はい、車の動きもすっごい滑らかで、不思議なくらい車がフラットを保ってますね。そうですね。姿勢変化は少ないと思いますよ。少ないですね。かといってそれが不安になるわけでもないし、車の動きが分かりやすいですよね。はい、疲れないんじゃないですか、これ長く乗ってても。そうですね。長く革シート布シートによってもその疲れ方はまた変わってきますけど、はい、骨格の部分がやっぱり骨太なので疲れないですね、そういうところは。不思議。なんかアスファルトの上を走っているにもかかわらず、液体の上に乗っかっている。で、水の流れにずっと身を任せてる感じありますね。そうですね。この車はエアサスペンションを装着している車なので、エアサス特有の乗り味もあると思いますけどね。なんか僕今日本人で誇らしいっていう気持ちがものすごい高まってます。この満たされる感じが、他の高級車もたくさん、乗せていただいてきましたが、ないんですよね、こういう味が。なんでしょう、本当に筆舌に尽くしがたい満たされ方ですよね。本当にありがとうございます、沖さん。こんな素晴らしい車に僕、やっぱ車って面白いですね。そうですね。一人でも多くの方にですね、この初代セルシオの素晴らしさをお伝えできれば、私としても嬉しい限りですね。そうですね。セルシオインフルエンサーとして。そうですね。ぜひ、日本はもちろん世界中に発信できるのを夢見ております。
ね、特にこのチャンネルは海外からもね、4割近くのお客様見ていただいてますから、このじわーっとしたこの気持ちよさ、地味を、ぜひ手に取って感じてほしいですね。そうですね。そんな機会が皆さんにあるといいな。そして、まあ今日味わえてる僕、ほんと幸せ者だなっていうふうに噛み締めます。まあ大木さん、ほんといろんな車にこれまで出会われてきてると思いますけれども、やっぱりその車のきっかけとか、車の価値観みたいな意味で、一番の出会いって、やっぱり涌井ミュージアムの当時の館長の涌井さんですかね。そうですね。私の、人生を大きく変えていただいたという、そんなご縁ですね。ですよね。今となっては。年齢ってすごく離れてらっしゃるじゃないですか。当時の一番最初に出会った時って、結構やっぱり近づきがたいというか、遠い世界の方という感覚ですよね。そうですね。普段普通に生活していたら、接点のない方ですね。中学生から高校生の多感な時期に、そんな風にレジェンドに出会えて、かつレジェンドが、人生を教えてくれた、指し示してくれた部分あると思うんですけれども、そんな機会ってなかなかないですよね。そうですね。今となってはもう選んでもそういう環境も作ることはできないですし、その時、その瞬間に私が判断したのが間違っていなかったのかなと、そんな感じ方もしておりますが、私の中で涌井館長を、ずっと目の前でですね、お話しさせていただいてて、涌井さんのようになりたいと、そんなような思いはずっとありまして、何か勉強させていただけないのかなと、涌井さんのように真似をしてしたりとか、近くにずっといると何かヒントがあるのではないかなと、そういう、探求心、諦めずにずっとですね、長い時間かけて少しずつ積み上げてきたものなのかなと、今となっては思いますね。仕事とか車とか、もちろんそうですけれども、人付き合いの中で、何かこう涌井さんに影響を受けてというか、真似というか、そういうふうに実践しているようなこととかはあったりするんでしょうか？車との出会いは探せば出てくることもありますが、人との出会いというのは探しても出てこなかったりするわけですね。そうですね。で、その瞬間を大事にして、自分のキャラクターを変えずに、大きな信頼を築くために、小さなことでも積み重ねしてですね、その人に挨拶から始まって、お礼のお電話、手紙だったりしますが、そういう一つの積み重ねですかね。そういうところを大切にしてます。逆にこれは真似しきれないなみたいなことってありますか？涌井さんと違って私が携わってる車が値段がロールス・ベントレーのようにですね、超高級車ではないので、涌井さんのように世界的な名車は、買うことは難しいですが、セルシオ、私にとってはセルシオは世界一の車なので、使い方としては、ロールス・ロイス・ベントレーと同じようなですね、立ち位置におりますし、勝ち負けではないですが、そこは自分の中で自信を持って、最後までそれは貫き通したいですし、ぜひ残していきたい車ですから、一台でも多くこの、パールのセルシオのように引き継がせていただき、またそれはいつか誰かに継いでいただいて、大事に持っていただくと。博物館に飾っていただくことも悪くはないですが、車としてはできれば乗ってあげたいと。適度に乗ってあげたい
その辺は感じておりますね。涌井さんとしてもきっとロールスロイスやベントレーが高級車だから、はい、その魅力を人に伝えたいと思ったわけではないですよね。はい、涌井さんにとってベントレー、ロールスロイスが、はい、大木さんにとっては、はい、セルシオであるということですよね。その通りでございます。これがまた価値を見出して、はい、さらに広げていきたいっていう動き、はい、その姿勢としてはもうすでに全く同じ人生を歩み始めてるっていう感じですよね。はい、そう言っていただけるのは何よりでございます。はい、さっきカメラの回っていないところで、はい、車以外の出会いも求めてらっしゃるとおっしゃってましたが、はい、どういう意味ですか？車で一生終わってしまうのも寂しいですし、はい、まあ今まで車に全エネルギーをつぎ込んできたわけでありますので、全エネルギーですよね。はい、はい、免許を取る前からだったらもう十何年、はい、まあその今の私、まあなんですかね、その自分もちろん自分でもあるセルシオたち、はい、車庫にいるセルシオたち、目にもおりますが、はい、その車によってその関わる方も変わってきますし、はい、生活スタイルも変わることもあります。キャンプが似合うと思いますとキャンプに行く。はいはいはい。今は行けなくなんだけど、セルシオはそういう大きな変化が、生活変化がないので、はい、平凡にまで、セルシオ、はい、と生活してたわけです。はい。そんなスタイルを、いいか悪いかわかりませんが、はい。貫いてまして、その世界では、ある程度、形にすることができてるなと思うんですけど、一番の車の部品がないと、はい、ブレーキの部品がないからどうするんですかという、そういう大きな悩みもありますが、はい、今の私が抱えてる悩みは、そこの悩みですかね。なるほど。もし、大木さん、私がセルシオどっちって言われたら、そんな女性が現れたら、どうします？同年代は、はい、今30歳って、はい、一番ね結婚するお友達もいるでしょうし、はいね、まあ、会社で役職がついたりとか、はい、いろいろ環境が変わる年代ですよね。はい、そうですね。私の場合は多分変わることはないと思うので、まあ変えたいんで、変えたいという気持ちがある。毎日思っておりますので、こんな人間でもよろしい方、もしよろしければお問い合わせください。まさかのボーイズ&ウィールズで彼女を募集するという暴挙に出たわけですね。いや、それはね、半分冗談ですけど、半分本気なんで、でもこうやって大木さんのように趣味でまっすぐな、チャーミングな男子いいわっていう方きっといらっしゃいますね。もう、いつなんでしょうかっていつとは言い切れませんと誰かが言ってるのかもしれません。そうですね、はい、出会いはタイミングですからね、はいはい、それまでは車を存分に味わっていくという、そうだね、はい、今の大木さんに足りてない部分って何だと思いますか？足りてない部分、まあ、海外に行ってセルシオ、レクサス LS400 ですね、はい、その辺をやっぱり見てみたいという思いはあるので。そうですよね。ここまでセルシオを好きになったからには、はい、レクサスの方、はい、これがどんなものかっていうのは見てみたくなりますよね。そうですね。で、そういう意味では言語力、言葉っていう意味では英語だったりすると思いますが、はい、はい、そこを磨きたいですよね。そうすると海外に存在するトヨタセルシオ、はい、レクサス LS400 がどのように親しまれているかっていうところも、ネイティブに学ぶことができますもんね。そうですね。今日はでも本当、車の魅力はもちろんですけれども、半ばセルシオのような大木さんいやいや、そんなそこに出会えて、なんか本当に僕もとっても今穏やかで満ち足りた気持ちになりました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。こちらこそ。このセルシオの名の通り、最高という名のセルシオですね。はい。これをいつも噛み締めております。はい。セルシオになった
男ですね。はい、セルシオの男です。セルシオの男ですね。いや、本当いいお話を聞かせていただきありがとうございました。いえ、ありがとうございます。さあ、ドライブから戻ってまいりました。ここ最近日本では「整う」っていう表現をしますね。僕もセルシオにたっぷり乗せていただいて、すごく気持ちがスーンと静まって頭の中クリアになって、整ってる、そういう感覚でおります。でもう一つ思ったのが、今日この初代セルシオに乗せていただいて、で実は私もセルシオ3代目を所有しているんですけれども、家に着くなり車庫から出してドライブ行こうかなっていう気持ちに今なってます。セルシオマジックですね。これやっぱセルシオマジックって言うんでしょうね。その通りですね。いろんなセルシオに乗ってみたくなってくるという大木さんのある種病が簡単に僕は疾患してしまったような感覚でおります。セルシオワールドにようこそ。泥沼ですね。ウェルカムです。そして本日ボーイズ&ウィールズに出演していたささやかなお礼として、出演者のみに配布させていただいているボーイズ&ウィールズステッカーを差し上げたいと思います。ありがとうございます。受け取ってください。はい、2台ありますので2枚ございます。ありがとうございます。はい。さあ、もうここまでお話しして、愚問ではありますが恒例の質問をさせていただければというふうに思っております。じゃあまず1つ目の質問、このトヨタセルシオ100点満点中何点でしょうか？もちろん100点です。100点中なので100点なんですが、点数をつけるような車ではなく、いくら点数があっても足りないので、パーフェクトですね。本当にパーフェクト、こんな車は世界中探してもないです。言い切れちゃいますよね。言い切ります。そしてここまで聞いた上でさらに愚問ではありますが、このトヨタセルシオこれからも乗り続けられますか？もちろん一生乗り続けますし、引き続き、こういう車たちを、一時預かり人として、保管しながら、後世に残していきたいですしね。もうそういう責任感もありますよね。日々感じております。せっかくなんで、もう一個思いついた疑問いいですか？どうぞ。ベントレーと交換してって言われたらどうしますか？しませんね。絶対しない。しませんね。即答ですね。もちろん他に変えることができないセルシオたちですので、そういった面でも私にとっては大変特別な車ですし、セルシオを乗るときは、自分のマインドセット、非常に神秘的な領域になりますので、これからも、寄り添っていただければセルシオには、これ以上ないですからね。そんな感じですね。すごくよく伝わってきました。本当に神秘の領域ですよね。と思っております。そんな大木さんに愚問を3つも投げてしまいましてすみませんという気持ちでおります。もっとどうぞ。はい、ということで本日は埼玉県より、気づけばもう夕方ですね。朝からセルシオを語り合って、大木秀俊さん30歳と2台の、そしてこれからも増えていく可能性があるというトヨタセルシオでお送りさせていただきました。ボーイズ&ウィールズ、最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録といいね、そしてハイプボタンのプッシュをお願いできればと思います。改めて最後までご覧いただきありがとうございました。